こんにちは、アンナスです。今日は、ダイソーで売ってた巾着に刺繍しようと思います。ここね、ちょっと印刷入ってるんですけど、またこれをアレンジしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではこの巾着ですね。ダイソーの巾着、ちょっと前に買ったんで、もう売ってないかもしれないです。売ってなかったらすいません。だけど、ちょっと今日はもう手書きで描ける図案なので、真似して絵を描いて、別にこれが下絵がなくてもいいかなと思います。まず中心と左右に楕円を3つ描いて、で中に小さい丸を描いて、これがお花ですね。でなんかこれラベンダーっぽいんですけど、ちょっと変えます。真ん中と左右なんかこうつぶつぶが出てる、なんて言うんだろう、なんか茎にいっぱいちっちゃい葉っぱがちっちゃいのがついてるやつありますよね。なんかそういう設定にします。で、この葉っぱはイカシで、ここにも茎を入れて3本にして少し安定感を出して、でさらにここちょっと空間が空いてるので葉っぱを足して、であとリボンですね。こんな感じ。お花とかリボンは好きな感じに描いてください。もうざっくりしてます。かなりざっくり。で刺繍枠をはめてしっかりね締めておいて、巾着全般ですけど、こうやって裏が見えるようにセットして、どうしようかな。3本取りにします。お花はピンクで、芯の部分を3本取りで、外側の花びらは6本取りにしようかな。なんかあんまり細かくやらないで、ザクザクサクッとできる図案にしたいので、でも玉留めですね。そうフレンチノット先にするとちょっとややこしいかなと思ったんです。すいません。先に6本取りでストレートステッチで花びらを入れます。だから丸いお花にしたいわけじゃないんですね。こうやってガイド線を入れておいて、縦と横と斜めとストレートステッチを入れて、もうこれが一つの花びらになります。このストレートステッチ1本が花びらの一つ。ここはどれぐらい入るんだろう。3ステッチぐらい入りますかね。いや、2ステッチ2ステッチか3ステッチか、ちょっともしかしたら場所によって違うかもしれないですけど、要はドーナツになっちゃいけないので、少しこう離してサテンステッチでこう丸い円にしてしまわないように、少し間隔を離してストレートステッチを入れて、なんかこう花びら感を出していきます。間は3本入りますね。縦と横とストレートステッチを入れたら、その、90度の角度の間の中にはストレートステッチが3本入ります。
これでできたら裏に絡めてギリギリで切ります。これは他の花びらも刺繍するんでちょっと置いといて、でフレンチノット3本取りのフレンチノットをします。まず裏に絡めてでフレンチノットをします。まず出して枠を机に置いて空中で2回巻いてで同じ穴に刺して引き絞る。で裏から引っ張る。これをもうぎゅうぎゅう詰めにいっぱい刺していきます。何個ぐらい入るかな、5個ぐらい、4つか5つぐらい入りそうな感じもするんですけど、はい、こんな感じでお花が1個できました。あと2つ同じものを作ります。はい、お花が3つできたので今度は4本取りで茎を刺繍していきます。まず1目作ります。でちょっと先に出して最初に作ったステッチをギュッと押して糸の下に刺します。半分ずつ重ねていくステッチですね。なので重ねる方向は同じ方向、今下から、これ今ちょっと図案を横に向けたんですけど下に向かって刺してます。なので上とか下とか好きな方向に刺さないで向きを揃えます。これでずっと下まで行ってこっちとこことこことであとこの下3本ですね。これを全部やっていきます。はい、茎ができたのでちょっと葉っぱに行こうかなと思います。4本取りだとこのなんかラベンダーっぽいお花っぽいのがちょっと隠れてないんでちょっと後でどうにかしたいと思います。なのでこの巾着使わないでただフリーハンドで自分で絵描かれている方はもう茎だけにしとくと可愛いんじゃないかなと思います。で葉っぱなんですけど斜めに1本入れて斜めにサテンステッチで進めて埋めていきます。これ赤でやるとカーネーションっぽく見えますね。今日はピンクでやりましたけど、なんか黄色でやってタンポポみたいにする時もありました。私の過去の図案でタンポポの刺繍する時に外側ストレートと中フレンチノットっていうのもあります。なので色変えるとちょっと違うお花に見えて面白いですね。はい、こんな感じであと反対側の葉っぱとこの左右もやっていきます。はい、葉っぱができたので、ちょっとここの黒い点々をどうするか問題なんですけど、ストレートステッチ4本取りでストレートステッチをちっちゃく入れて
隠そうと思います。この黒い、このままだとこれなんだろうみたいな感じになるんで、なんかこういう茎ありますよね。なんか名前とか特に思い出さないんですけど、小さい葉っぱがこうやって脇についている。で、大きい葉っぱもあるみたいな、ちょっと多肉植物的な感じになるかもしれないですけど、もしこの巾着が生えた人はこういう感じで隠してもらって、巾着持ってない、ただフリーハンドで絵を描いて刺繍されている方はもうやらなくていいと思います。やりたい方はね、やってもらって、ちょっと茎の存在が太くなって、なんかいつもの私の図案と、私こんなことはやらないのでちょっと面白い感じにはなってますね。太い茎みたいな感じで。なのでちょっと図案がもう下絵が見えない部分に関しても、もう両方やった方がバランスが取れていいのかもしれない。ただちょっとあんまり込み入ってるところは譲り合って、まずはこの下書きを消す、下の絵を消すっていうのを目的として、まず絵のところはこうストレートステッチ、ちっちゃいストレートステッチで埋めて、どっちも入ってなければ下絵なくてもちょっと入れてもらったりしてもいいかなと思います。これでちょっといい感じに、完全に黒は消えないですけど、できるだけ刺繍糸で上からこう塗りつぶしていく感じにしていきます。はい、では、リボンを刺していきます。リボンってね、いろんな刺し方を過去にやっているんですけども、ちょっと久しぶりにコーチングステッチをやってみようと思います。これぐらいかな。ループで残しておきます。で、1本取りで用意した刺繍糸を留めます。で、三角にしたい方はこの下絵みたいにこことここだけ留めれば三角になります。で、なんか下絵の時は三角でいいやと思ってたんですけど、なんか丸いの可愛いなと思ったので、ちょっと気分で変えてしまいました丸くしたいと思います。今ちょっとね、下に垂れ下がっているのが、コーチングステッチで気をつけないといけないのが、使ってない方の糸をその辺に、下から垂れ下げてしまうと邪魔になるんですよね。これがこの一本取りで作業するやつと絡まったりするので、上に出しておきます。なのでこれ次こっから出すから、もうここへ出しといて、ちょっと上の方に糸を避けておけば絡まないです。で、三角にしたい場合はここで2箇所でしっかりこの6本取りをギュッと引っ張れば三角になります。で、今わざと余裕を持たせているんですけど、ちょっとこんな感じで、引っ張りつつ形を整えつつ、間を止めていきます。丸くなるように、こんなもんかな。あんまり止めなくても結構大丈夫そうですね。こんなもんでいいかな。じゃあ、これも一本取りもこれで下から引っ張るとこれが絡まるから、一回ちょっとここで変な留め方ですけど、ここで留めて、で6本取りで、もうこれはね、下に出さないとしょうがないから、だいたいこの左右の大きさを見て、
これぐらいかな。なんかねじれが出てきて、でもだいたいこれぐらいですね。そしたらちょっと縦に最終的にサテンステッチで結び目を入れたいので、ここから出して、下っていうか、この私右利きなんで左の方に寄せておきます。でさっき引っ張らなかった糸をギューッと引っ張って、でまたこの右側の三角のようにまず2箇所留めて、で同じように間を留めていきます。じゃあこれで1本取りはちょっともう一旦止めようかな。もし使うとしてもまたちょっと後から準備すればいいので、縦にちょっとね、ここがもう混み合いすぎてて刺すの大変なんで、できるだけこう糸の隙間から出して入れてって感じで、縦にサテンステッチを入れていきます。これぐらいかな。であとはこの左右にピロンと出てるやつを刺します。そう、もうこれでどうしようちょっとやっぱまっすぐすぎますかね。これでいいっていう人はもうこれで置いといてもらってもいいし、ちょっとだけやっぱ止めようかなと思うんで、一旦もうこの6本取りは裏に絡めて、これでちょっと一旦終わらせて、もうこれでおしまいにしてもいいし、もうちょっとこうしならせたい場合はこういう感じで真ん中を留めて、1箇所だけだとねちょっとカクカクするんで、やっぱりコーチングステッチする時はある程度留めてあげた方がいい感じになりますね。なんか真ん中でその左右のちょうど真ん中半分半分みたいな感じでこう分けて刺していくといい感じになります。こんなもんかな。やっぱ留めといた方が綺麗ですね。ちょっと裏がパタリ糸がすごいことになってますけど、もうちょっと皆さんはパタリ糸にならないように裏くぐらせたりしてうまいことやってください。なんか私は結構糸が渡りまくってますね。これであとお水で図案消して、黒いのは消えないですよ。もうこれは印刷のやつは消えないんですけど、さっき書いたチャコペンのやつはお水で消せるんで、これでお水で消して出来上がりです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。